電子工作銅箔にレーザー照射してみた8。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。試運転を開始します。ガルバリウム鋼板黒のラッカースプレーを吹きつけたものを使用しています。半導体レーザーではわずか18マイクロや35マイクロの薄い銅箔であっても彫ることはできません。なので残念ながらエッチングは必須です。20ワットクラスのファイバーレーザー等なら可能ですが最低20万円もします。このマシンでどこまで品質や精度を追求できるかが今後の課題です。最後に外周をなぞっています。終わりました。オフセットを50にしましたが予定通りです。これで出力 20% です。レーザーファイルの作成 PCB パターンズです。レーザーの場合彫刻ラインの外側に 0.15 ミリ大きく削ります。なのでパターンの外周を 0.15 ミリ大きくしました。逆に穴の円は外側に広がるので 0.15 ミリ小さくしました。左がプロトタイプ穴系台で線幅狭い、右が改良線幅 0.15×2 穴系 -0.15。 印刷キューブ PDF を呼び出してファイル変換します。キューブ PDF の選択を確認して OK。 印刷でキューブ PDF が起動します。出力ファイルの窓で出力先とファイル名を入力します。ファイルタイプで今回はピングを選択。解像度を1200にしてみます。変換をクリックします。変換されてフォトで自動でプレビューされました。このままでは大きさに用紙も含まれているのでトリミングします。編集トリミングで回路のギリギリまでトリミングします。うまくできたら先ほどのファイルに上書きします。コピーが終わったらレーザーグリルを起動します。レーザーグリルでのファイル作成。レーザーグリルが起動したらグリルセッティングスで初期設定をします。ラスターインポートサポート PWM。 レーザーが PWM をサポートしているならチェック。ユニディレクショナルエングレービングチェックでレーザーは一方向になり精細な仕上がりになります。あとはデフォルトのままでセーブを押します。次に CH341 ドライバーをインストールします。ツールズインストール CH340 ドライバーインストール完了 OK。 ファイルをクリックして先ほどのファイルを呼び出します。
リサイズはスムース HQ キュービックを選択します。ブライトネスとコントラストとホワイトクリップはスライドで鮮明な点を選びます。トリムボタンで正確なトリムができます。D&W にチェックすると明るい色は白に、暗い色は黒になります。コンバージョンツールとベクトライズオプションズはデフォルトのままで、アダプティブクオリティとオプティマイズトラベルにはチェックをします。フィリングはレーザーが水平に動くのでホリゾンタル水平線にします。パターンがいろいろあるので試してみてください。フィリングクオリティは最大 21mm の中に20本の線にしました。パターンにはレーザーを当てないので白黒を反転させます。次へをクリックするとターゲットイメージ画面になります。スピードとレーザーモード S マインマックスはレーザーの仕様で決めます。オートサイズにチェックエクシフを押すと作った時の DPI になります。サイズとオフセット位置は再確認して良ければクリエイトをクリックします。入力したオフセット位置に入力したサイズで描画されました。オフセット50、50サイズも入力した数値になっています。あとはマシンの接続とスタートを押すだけです。ここでファイルを保存しておきましょう。スタートを押すとレーザーが動き出します。ドローイングのセンダー UGS はただ G コード信号を送るだけです。なのでインクスケープなどで G コード変換が必要でした。しかしレーザーの場合レーザーグリルは自体が G コードを作ってくれます。 PCB の場合塗りつぶしが伴うので変換作業がとても大変でした。これで作業がとても楽になります。塗装の焼ける匂いはしますがきつくなく、音もファンよりうるさくはありません。この後レーザー彫刻と仕上がり状態をどうぞご覧ください。銅箔にレーザー照射、一方向照射出力 20%、 オフセット27、26で開始します。基準定規をレーザー芯から25、25としたジグを使用しています。この起点固定ジグは裏表パターン基板に必要です。ジグと基板の製作は次回以降にご期待ください。レーザー自体のファンとソボルの冷却ファン音の方がうるさいくらいです。最後に外周をなぞって終了です。41分かかりました。仕上がり出来型の比較。手前がドローイングです。上の真ん中はガルバリウム鋼板、右が銅箔で2回目、左が銅箔3回目の結果です。重要。パターン幅は 1.5mm です。レーザーの場合 0.15mm ほど照射が内側に食い込みます。
上の真ん中と下のドローイングを比べると上が若干細いことがわかるでしょうか。なので作図幅を変更して両側 0.15mm 都合 0.3mm 広げました。同様に穴径が大きくなっているのがわかるでしょうか。穴径も 0.15mm 小さくしました。これでほぼ作図に近くなったと思います。表面の洗浄ですが石鹸水と指先で優しく洗いました。ちなみに歯ブラシでこすっても塗装はびくともしませんでした。銅箔はレーザーでの熱によって元の色合いには戻りません。ガルバリウムは元のように戻っています。製作順は左から3、1、2です。3はグリルでようやく反転させました。個人的に穴径はこちらの方が良いと思います。結果ですがパターン図は片側 0.15 から 0.3mm 大きく描きましょう。穴径は内側に 0.15 から 0.3mm 小さく描きます。FF80 アウトプット 10W レーザー使用上の要点。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。